鎌倉殿の13人総集編前編。北条義時を主役にした2022年 NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が終了した。北条義時の62年間の生涯を俯瞰すると、大きく2つの時代に分類できる。源頼朝に仕えて実力を蓄えた時代と、朝廷を倒して武家社会の頂点に立った時代である。この2つの時代を総集編として、前編と後編の2回に分けて鎌倉殿の13人を振り返ってみたい。まず、源頼朝に仕えながら実力を蓄えた時代である。源頼朝は1160年永暦元年、伊豆へ配流され、3年後に北条義時が生まれている。頼朝は伊豆の国の豪族、伊東助親のもとに流され、助親の三女、八重姫を愛し、千鶴丸を設けている。ところが助親は、平家の目を恐れ、千鶴丸を川に沈めて殺害し、八重姫を江間小四郎へ嫁がせている。伊東助親は頼朝も殺害しようとしたために、北条宗時が家にかくまった。やがて頼朝は北条政子と恋仲となり、北条時政の反対を押し切って結婚、大姫を出産する。頼朝は長い配流生活で絶妙な気配りやバランス感覚を身につけた。そして政子の弟北条義時が自分に似た素質を持っていることに気づき、側近として重用した。1180年治承4年、源頼朝は北条時政らに支えられて挙兵するが、石橋山の戦いで大敗を喫する。この戦いで頼朝は梶原景時に奇跡的に助けられるが、義時の兄北条宗時は戦死する。海路下総に逃れた頼朝に上総広常や千葉常胤は加勢することを確約する。数万の兵士を従えた頼朝に驚いた平家軍は富士川の戦いで戦わずに敗走した。物語では義時は江間小四郎が戦死すると八重と結婚、長男の泰時が生まれたことになっている。平家を追って上洛しようとした頼朝を上総広常らが引き止めた。頼朝は上洛を諦めたが、梶原景時に命じて御家人の中で独断が目立つ上総広常を見せしめとして殺害している。源頼朝には範頼や義経、全成などの異母兄弟が駆けつけて参陣した。時を同じくして挙兵した木曽義仲だが、頼朝と対立。頼朝は義仲との和睦の条件として、義仲の長男義高を人質として鎌倉へ送り、頼朝の長女大姫と結婚させることを求めた。この時義高は11歳、大姫は6歳であったが、幼いながらも2人は恋心を芽生えさせた。しかし義仲は頼朝との協定を一方的に破って上洛し、平家を西に追いやった。大姫と北条政子は危険を感じて義高を逃したが、頼朝は見つけ出して殺害させている。義時は頼朝の側近として上に立つ者が非常に徹しなければならないことをこの時に学んでいる。大姫はショックのために以後寝たきりとなって20歳で早逝している。
頼朝は範頼と義経に木曽義仲の討伐を命じ、上洛させ、義時も従軍している。木曽義仲を討伐した範頼と義経は引き続き平家追討のために精進する。義経の活躍で平家を壇の浦で滅亡させるが、三種の神器のうちの宝剣を失った。頼朝と義経の離反を企む後白河法皇は、頼朝に無断で義経を検非違使に任じた。後白河法皇に接近しすぎた義経は頼朝と対立。義経は奥州の藤原秀衡のもとに逃れる。しかし源義経は秀衡が死去すると後を継いだ康平の裏切りで妻子と共に自害している。北条時政は京都守護に就任して朝廷との交渉で守護と地頭の設置を認めさせた。源頼朝は奥州征伐で奥州藤原氏を滅亡させると上洛して後白河法皇と対面している。後白河法皇は頼朝を権大納言と右近への大将に任じて手なずけようと試みるが、頼朝はすぐに領官を辞して鎌倉へ帰った。頼朝は鎌倉幕府が朝廷の影響力を極力受けないように努力したが、義時はその手法を間近で学んだ。源頼家のデビューとなった富士の巻狩りで頼朝は曽我兄弟に命を狙われた。そのため頼朝は源範頼など幕府内の不穏分子を粛清している。1192年建久3年、征夷大将軍に就任した源頼朝は鎌倉幕府をさらに本格的な武家社会にするために努力する。ところが入内工作が大姫の死去によって失敗すると諦めず、次には妹の三幡の入内工作を模索するなど、頼朝の政策がぶれ出すのである。鎌倉幕府の設立によってやっと朝廷の呪縛から逃れられた関東の御家人たちが朝廷に接近する頼朝を快く思うはずはなかった。そして1199年建久10年、落馬が原因で源頼朝は急死した。これにより北条義時が源頼朝に仕えて実力を蓄えた時代は終了する。朝廷から独立を目指した鎌倉幕府だが、晩年に再び朝廷に接近しようとした源頼朝の姿を鎌倉武士代表の北条義時はどのように見ていたのだろうか。頼朝の死後、義時は鬼と化して父の時政を追放し、幕府の実権を握る。そしてついには朝廷を倒して本格的な武家社会を建設しようと北条義時は試みるのである。その原点が源頼朝に仕えた時代にあるのかもしれない。次回は幕府の実権を握って活躍する北条義時を見ていきたい。